めっちゃ普通。すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、金曜日は辛いラーメンの日、辛味噌ラーメンをすすりたくなってしまったということでこちらです。ドン。東武スカイツリーライン曳舟駅から徒歩5分、または京成線京成曳舟駅から徒歩1分のところにあります麺丸曳舟店さんにお邪魔してます。こちら麺丸さん、恥ずかしながら私すする知らないお店だったんですけど、関東を中心にね全国にチェーン展開している味噌ラーメンが看板のお店らしいんですよね。味噌ラーメンが看板メニュー、そして全国展開されているってところで、なんかどこかねこう車やラーメンっぽさを感じてまして、金曜日なのでちょっと辛味噌系をチョイスしつつ、あとねチャーハンとか餃子とかもちょっと美味しそうなので、そこら辺ちょっと迷いますが、とりあえずすすりに行ってきましょう。さあ、というわけで曳舟駅降りました。曳舟は結構来るの久しぶりかな。ラーメン中毒の東向島店もう多分ねここら辺だったんですよね。その時に曳舟駅で降りたかな。で実はね今回行こうとしてるこの麺丸さんね、一回僕振られたことあるんですよ。まさかの臨時休業っていう。基本はね朝から晩までぶっ通しの通し営業で、メニューもすごい充実しててね、アルコールメニューとかもすごく置いてあって、飲めるラーメン屋さんみたいな感じの雰囲気のお店で、行ったらやってるだろみたいな感じでね意気揚々と言ったらやってなかったってことがあったんですが、今回は大丈夫でしょうということで向かっております。なんだろうな、なんかねやっぱ麺丸っていう看板とかちょっと見ると、どこかこうちょっと車やラーメンっぽさをね思わせるような雰囲気があるんですよね。調べてみたら関東にねポツポツチェーン展開されてて、車やラーメンさんほどではないんですがね、店舗も結構あるみたいです。それこそ厨房系 YouTuber のね木飯さんが岩手の麺丸に行ってましたね。岩手にもあるんかいっていう。やっぱねもともと車やラーメンさんやってたところが独立してみたいな感じなんじゃないかなと俺は勝手に踏んでるんですけど、全く違かったら本当すいません、マジで本当に申し訳ないです。それはその際は本当に謝らせてください。でもなんとなくちょっと雰囲気が似てるっていうところで、ラーメンを食べてみたらどうなのかっていうのが分かるんじゃないかと思ってて、非常に楽しみなんですよ。車やラーメン大好きなんで、一番味するからな車やラーメンが本当に。というわけで麺丸さん到着しました。めちゃくちゃいい雰囲気の外観してますね。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺丸曳舟店さん、注文制です。今回は豊富にあるメニューの中からひときわ目立っているバラ味噌をチョイス。餃子もおすすめとのことなので餃子セットにしちゃいました。メニュー裏側を見るとアルコールメニューも充実しており、チャーシューやメンマをつまみに瓶ビールを飲む町中華のような楽しみ方もできそう。ロス感のある内装とは裏腹に、店内ではイケイケの EDM が流れており、これはただものじゃないのではと期待しながら待ってるだ。こちらが麺丸曳舟店さんのバラ味噌餃子セットです。のらん、ラー油の浮いたスープにはもやしやネギが乗っており、奥にバラ肉も見えます。ラーメン、ライス、餃子のボリューム感マックスな3点セットにテンションが上がってきたところでいただきます。ではまずスープから。スタンダードな味噌ラーメンの味わいながら後味にじわっと辛みを感じる安定感のあるスープ。濃くもなく薄くもない突出した個性があるタイプではないものの、癖がなく素直に入ってくる味噌味です。だいぶ寒さを感じてきた季節にはちょうどいいなと感じつつ、そんな気候とは裏腹に店内にはゴーゴーサマーが流れてきたところで、スープの中から麺を持ち上げて、よっしゃスースルーのまん。ツルツルでやや縮れがかった中細麺はなかなか柔らかめに茹でられており、スタンダードな味噌スープに合うスタンダードな麺。この麺には新潟県の美味しい水を使い低温熟成させ、風味をアップさせているとのことで、なんかそう言われると新潟の美味しい水の存在を感じる気がしてきます。バラ味噌ということで、お次は豚バラ肉を食べてみると、甘辛く味付けされたご飯によく合うお肉で、シャキシャキのネギやもやしもよく合うど真ん中の美味しさ。個性の強いラーメン店がひしめき合う中で、これほどスタンダードな味で全国展開されているということは、やはりこの落ち着きのある味わいが多くの人に愛されているということなんでしょう。じわりと後味引く辛さに食欲もアップしてきたところで、お次は餃子。自家製でおすすめメニューとのことなので期待しながらタレを作り食べてみると、
ザ餃子味といったところで期待を裏切らないスタンダードな安定感。ここまでスタンダードな味わいが続くと気をてらわずシンプルな味で勝負するその心意気にかっこよさすら感じてきてしまいます。そんないい意味で普通のラーメンと餃子ですが、食べ進めていくとその普通な味わいがだんだんと癖になり箸が止まらなくなってきます。セットにしたことでボリュームもかなりありますが、癖のない味わいのおかげでスルスルと食べることができ、お腹が満たされていくのがわかります。程よい辛みとノスタルジーを感じる内装も相まって心身ともにじんわりと温まってきたすするとは裏腹に、店内にはゴリゴリのクールな日本語ラップが流れてきました。これも演出の一つなのだろうかと感心しながら食べていき、餃子とライスをわんぱくに合わせたり、セットのおしんこが後半の箸休めにありがたいなと感謝したりしながら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。ずっと気になっていたラーメンチェーンでしたが、シンプルな味わいとボリューム感をしっかりと体感することができ、また行きたいと思えるようなお店でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで麺丸引舟店行ってきたんですけど、正直な感想を言いますと、最初はね普通だなと思ったんですよ。めっちゃ普通。味噌ラーメンのスープも麺も餃子もねめっちゃ普通の味だったんですけど、なんかね今食べ終わったらねめっちゃうまかったんじゃないかって思い始めてる。なんでしょうねこの安心感。メニューもねすごく多くて、ラーメン屋さんでありながらちょっとこう町中華っぽさもあるお店で、店内もテーブル席が多めで、とりあえずこう瓶ビールを注文してつまみながらなんか最後にラーメン食べるみたいなお客さんもいらっしゃったりして、すごくね地元感のあるなんか地域密着感のある温かい雰囲気のお店だったんですよね。やっぱり全国展開するチェーン店なので、特別で何かがこうずば抜けてめちゃくちゃうまいみたいなそういう感じではないんですけど、こういう店近所にあったらめちゃくちゃいいですよ絶対。本当にめちゃくちゃいいと羨ましいですもん。引舟の人もう引舟めちゃくちゃいいなと思いました。もう、スープ自体も一応辛口とは書いてあったんですけど、めちゃくちゃ辛いわけじゃなくてほんとじんわりじんわり辛くなって、食べ終わった頃にはこう汗がにじみ出てるぐらいの感じの辛さで、全てがねちょうど良かったですね本当に。一口目からインパクト抜群に強いとかね、そういうラーメンではないんですけど、気づいたらなんか無心で食べ終わってて、なんかね他のメニューも気になってしまう自分がいて、こういうお店ってなんか全国どこにでもあるようで意外とないんじゃないかっていう気がして、いや今とにかくねこう満足感がすごいですね。なんかアドレナリンが出てるわ今。脳汁出てるななんつうか。やっぱり本当にね食べ歩いてるといろんなラーメンがあって、改めてねラーメンをこう毎日すすってこう食べ歩くっていうのの面白さというか、そういったところを実感することができましたね。いや本当不思議なもんですね。なんか最初感想どうしようみたいな、なんて言おうかなと思ってたんですけど、もう終わり良ければ全て良しですからね。もう食べ終えたこの満足感たるや、なんかまた行きたいなって強くこう思わせてくれる素晴らしいお店でしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺丸引舟店さん、最高峰の普通や普通なんですけど、なんか食べ終わった時の満足感すごかったですね。